今日は AI による革新的な予診スコアリングについてお話しします。従来の手法と比べて、この AI 技術は非常に新しく、進歩的なアプローチを提供しています。特にライト GPM モデルを使うことで、多量のデータから複雑なパターンを見つけ出し、非常に高い精度でスコアリングを行えるようになりました。これにより、予診判断の効率が大幅に向上し、同時にリスクの低減にも大きく貢献できると期待されています。AI 予診スコアリングの技術について説明します。まず、AI は膨大なデータを高度に解析することで、従来の方法よりもはるかに正確な予診判断を実現しています。さらに、多様な情報をリアルタイムで処理できるため、予診スコアの精度が大幅に向上しているのが特徴です。そして、AI は今まで見落とされていた複雑なパターンも見つけ出すことができるため、審査のスピードが速くなるだけでなく、透明性も向上しています。これにより、より信頼性の高い予診評価が可能になっています。ここでは、ライト GBM モデルの分析結果についてお話しします。このモデルは、アキュラシや AUC の値が非常に高く、分類性能が優れていることがわかります。また、プレシジョン、リコール、F1 スコアといった指標もバランスよく高いため、予測の信頼性が非常に高いことが示されています。さらに、サポート値も十分に分布しており、モデルの結果は一貫して安定している点も重要なポイントです。これらの特徴から、このモデルは斬新な分析と高い予測力を持っていると言えます。ライト GBM は、非常に高速で高精度な分析と予測を可能にするツールです。これにより、大量のデータを効率的に処理し、信頼性の高い分類結果を得ることができます。まずアキュラシですが、これは全体の中で正しく予測できた割合を示します。一方、AUC はモデルが異なるクラスをどれだけうまく識別できているかを評価する指標です。さらに分類レポートでは、プレシジョンが延滞ありと予測した中で実際に延滞した割合を表し、リコールは本当に延滞した人のうちどれだけを見つけられたかを示します。F1 スコアはこれらのバランスを取った指標で、モデルの総合的な性能を把握するのに役立ちます。また、サポートは各クラスのサンプル数を示し、マクロアフグは指標の単純平均、ウェイテッドアフグはサンプル数を考慮した平均値で、多方面から分類性能を評価することができる点も重要です。これらを踏まえて、ライト GBM は非常に強力な分析予測ツールであることがわかります。こちらの表では、従来の予診システムと各種予診関連特許、そして今回の AI 予診スコアリングの特徴を比較しています。まず、AI モデルの実装に関してですが、従来はほとんど導入されておらず、特許にも具体的な AI モデルの記載はありません。一方、今回の AI 予診スコアリングでは、XGBoost や LightGBM、ランドンフォレスト、ニューラルネットワークスなど多様な機械学習モデルが採用されています。利用しているデータについては、従来は主に属性データが中心でしたが、特許では賃貸契約や電子マネー履歴など限定的なデータを使っています。対して AI 予診スコアリングは属性データに加え、IoT や公共料金、通信履歴や銀行取引履歴などの動的データも活用しており、より多角的な情報を解析しています。動的データの利用に関しても、過去のシステムはほとんど導入がなく、今回のシステムでは口座入出金のパターンやカード利用状況、公共料金の支払い履歴などを細かく分析し、異常値をリスクシグナルとして即座に反映できる点が大きな特徴です。さらに、訂正情報の数値化やノイズ除去、欠損保管も今回の AI 予診スコアリングでしっかりと実装されており、欠損データを保管しつつ機械学習モデルに最適化しています。統合スコアリングでは、従来の経験則やルールベースを超え、属性データと動的データを同時に解析し、多変量解析的なアプローチで評価の精度を向上させています。説明可能 AI、つまり XAI 機能も大きな進歩で、SHAP を使って個別のスコアの根拠を具体的な変数ごとに示すことができるため、
なぜそのスコアになったのかを明確に説明できる点が従来との違いです。最後に、即時処理性の面でも API での連携が可能でリアルタイムにスコアを算出できる点が特徴であり、これにより迅速な予診判断が可能となっています。全体として、この AI 予診スコアリングは従来技術に比べてデータ活用の幅と深さ、処理の精度と説明性、そして実用性の面で大きな進歩を遂げていることがわかります。こちらのスライドでは、従来の主な予診データの内容について説明します。具体的には、某信用情報機関が提供しているデータの例を示しています。まず、氏名や生年月日といった基本的な個人情報が含まれています。次に、契約種別ではクレジットカードやローン、カップ販売、携帯端末のカップ契約など、多様な契約形態が対象です。契約会社名や契約日、契約額も重要な項目です。さらに、残債額や入金状況は返済の状況を把握するために欠かせません。入金状況には正常、延滞日数の詳細、移動などの状態が含まれます。完済状況では、完済済みか解約か移動解約かがわかります。また、保証人の有無や紹介履歴の件数も管理されています。そして、延滞や債務整理、破産などの移動情報が信用リスクの評価に大きく影響します。最後に、データの更新日も記録されているため、情報の鮮度を確認することができます。このように、これらの項目は信用判断の基礎となる重要な情報です。こちらは AI 予診スコアリングシステムで実際に使用したサンプルデータの抜粋となっています。実際には1000件ほどの申請データをもとに解析を行っていますが、ここでは代表的な20件の情報を示しています。各申請者について、性別や婚姻状況、年齢、年収、職種や職業に加え、借入比率や申し込み借入額、他の借入残高の有無など、予診判断に重要な様々な属性が含まれています。また、移動の有無や債権整理の履歴、業界や学歴、扶養家族の数、持ち家かどうか、外国籍かどうか、固定電話の保有の有無、勤続年数、保証人や担保の有無も含まれています。これらの多様なデータを総合的に AI が解析し、申請者ごとの信用リスクを評価することで、迅速かつ正確な予診判断を実現しています。特に注目すべきは、収入だけでなく借入比率や移動履歴、勤続年数など複数の視点からリスクを評価している点です。これにより従来の方法では見えにくかったリスク要因も捉えることができ、より適切な貸し出し判断が可能になります。まず、データ取得について説明します。スコアリングや予診審査の元になる信用情報を各種機関から取得します。具体的には、株式会社日本信用情報機構や CIC、全国銀行協会などが代表的なデータ取得先です。次に、データクレンジングの段階ですが、ここでは取得したデータの品質を高めるために欠損値の保管やノイズの除去、外れ値の処理、正規化、不整合の修正を行います。これにより AI モデルの精度と効率が向上します。その後、エンコーディングを行います。AI は文字データを直接扱えないため、文字を数値に変換して学習できるようにします。これがカテゴリー変数への割り当てです。スケーリングでは、データの値を特定の範囲に変換したり、異なる単位のデータの単位を揃えたりして、AI の学習をより効率的にします。次元削減は、データ内の相関関係を見つけ出し、それを最大化する新しい軸を定義して元のデータの次元を減らします。これによりデータを圧縮し、計算効率を高めることができます。最後に特徴選択です。多数存在する特徴量の中から AI が判断を行う上で重要なものだけを取り出します。これにより、モデルのパフォーマンスを最適化します。このように、一連の処理フローを通じて質の高いデータを用意し、AI の学習効果を最大限に引き出しています。ここでは、AI モデルの学習と作成のプロセスについて説明します。
まず、データを訓練用とテスト用に分けます。訓練用データを使って勾配ブーストという決定義の集まりで学習を行い、目的変数を説明変数から予測できるようにします。このモデルの精度は、テストデータを使ってアキュラシや AUC で評価し、未知のデータに対する予測性能を高めていきます。次に、この学習したモデルを用いて借入申し込みデータから延滞リスクをスコアリングします。具体的には、モデルが出すロジット値にシグモイド関数を適用し、予診判定スコアを算出します。また、シャプ値を使って、なぜその予測に至ったのかという根拠を年収や勤続年数などの属性値で説明できるようにしています。最後に、算出した予診スコアは Web システムや API を通じて一覧表示され、数値やレポートとして活用されます。この一連の流れによって、AI を活用した精度の高い予診判定が実現されるのです。こちらのスライドでは、AI モデルによる個人別の予診スコアリングの評価結果を示しています。まず、最初の事例では、予診スコアが 0.2106 で延滞リスクが比較的高いと予測されています。その主な要因は年収で、年収のシャプ値が2に近いことから、年収の低さがリスクを引き上げていると判断されました。一方で、勤続年数のシャプ値はマイナス 0.67 であり、これは延滞リスクを下げる要因となっています。つまり、この方は勤続年数が長いため、リスクが完全に高いわけではないという評価です。次に、別の事例では、予診スコアが 0.0075 と非常に低く、延滞リスクがほとんどないと予測されています。ただし、業種のシャプ値が1に近いことで延滞リスクをわずかに上げている点に注目してください。職業自体に明確な優劣はありませんが、このモデルでは業種があまり高く評価されていないようです。しかし、借入比率が低く、年収もそれなりに高いため、総合的にリスクを下げる効果があります。このように、シャプ値は各特徴量がどのようにリスクに寄与しているかを詳細に示しており、予診判断の裏付けとして非常に有用です。こちらのスライドでは、フラスクを使って作成した Web API プログラムを実際にブラウザ上で表示した結果を紹介しています。表示されているのは、取得したデータの中から20件を抜粋したものです。これによって、プログラムが正常に動作していることや、ブラウザーでの見え方を確認できます。重要なのは、API から正しくデータが返されていることを視覚的に確認できる点で、ここを踏まえてさらに機能拡張や UI の改善を進めていくことが考えられます。